歴史を知るときに年齢も一緒に知るとイメージしやすいのでおすすめです。例えば江戸時代の吉田松陰は実は29歳で亡くなりました。明治維新を成し遂げた人材を多く輩出した松下村塾の先生です。明治時代を主導した人材を育てた先生なので、私は勝手になんとなくおじいちゃんのイメージでした。29歳と知って驚きました。なお、私がお話しする年齢は没年から誕生年を引いた年齢のため、実年齢ではない場合があります。数え年でもありません。おおよその目安としてお話しいたします。このドラマの時代についてお話ししましょう。朝鮮王朝は1392年から1897年の約500年間続きました。26代の王様がいるうちの11代目の王様の時代、朝鮮王朝の建国から約110年から150年経った頃です。現在から約500年前です。朝鮮王朝の第11代の王様、春秋の時代です。春秋の在位は1506年から1544年の38年間です。日本では戦国時代にあたります。中国大陸では明の時代、ヨーロッパはルネサンスの時代にあたります。春秋の生没年は1488年から1544年なので、18歳で王様になり、56歳で亡くなりました。一方、チャングムの年齢は歴史書の記事に春秋10年から春秋39年の間に複数回登場しているので、春秋10年の時にチャングムが18歳だとしたら、春秋39年、つまり春秋が亡くなった時にはチャングムは47歳ということになります。ドラマのイメージとギャップがあります。春秋の配偶者についてお話しいたします。春秋の性質は3人います。性質は1人ではないのか、3人とはどういうことなのかというと、最初の王妃は理不尽な理由により廃位され、2番目の王妃は産後亡くなったのです。春秋の一つ前の王様は朝鮮王朝史上最悪の暴君とされているヨンサン軍です。暴君とは非常に乱暴で人民を苦しめる君主のことです。最初の王妃はこのヨンサン軍の縁戚であったため、春秋即位の7日後に王妃の身分を剥奪されました。ヨンサン軍の
正室の姪です。四三軍の直接の親戚ではなく外戚になります。彼女自身は何も悪いことしていないのに、彼女の身内に四三軍の関係者が多かったからです。官僚たちの猛烈な反発に遭い、純正の反対にもかかわらず廃位されてしまったのです。最初の王妃は7日間の王妃と呼ばれています。最初の王妃が王宮を去った後も、王様である純正は彼女を偲んで、たびたび彼女の家の方角の山である伊南山を遠く眺めました。彼女はこの話を聞いて、王宮にいた頃よく着ていたチマ、巻きスカートですを岩の上に置いておきました。そこで人々はその岩をチマ岩、チマパウイと呼びました。また王様が病気で危篤の時、彼女は王宮の正門の前に現れ、王様に会いたいと願いましたが、残念ながら許されず、直後に王様が亡くなりました。彼女と王様との最後の別れは、廃位された時にあったのが最後でした。悲しいお話です。最初の王妃は何も悪いことしていないのにな。2番目の王妃は王子を産んだ後、24歳という若さで亡くなってしまいました。この王子は後に王様となる第12代インジョンです。5歳でセジャに立てられました。セジャとは次の王位継承者のことです。3番目の王妃はチャングムのドラマによく出てきます。ドラマでは聡明な王妃として描かれていますが、史実では実は恐ろしい人なのです。3番目の王妃はムンジョンワンフ、ユンシンと言います。以降、ムンジョンワンフと呼びますね。ムンジョンワンフは2番目の王妃の遠い親戚にあたります。ムンジョンワンフの生没年は1501年から1565年。16歳で王妃になり、64歳で亡くなりました。王様との年の差はマイナス13歳の王妃です。最初、2番目の王妃の産んだ王子であるインチョンを可愛がっていたけれど、最初のうちだけでした。ムンジョンワンフが33歳の時、自身も王子を産んだのです。16歳で王妃になってから17年後に誕生した待望の王子だったと思われます。そうなると自分の子を王様にしたいので、2番目の王妃の産んだインジョンが邪魔になってきました。なので亡き者にしようと計りごとを始めました。
手段方法などをいろいろと思い巡らすことを始めたのです。なんと恐ろしいママ母でしょう。その手下となったのがムンチョンワンフの弟と弟の妻です。弟の名前はユン・ボニョン。弟の妻の名前はチョン・ナンジョンです。弟の妻がなぜ弟子下になったのかというと、ある策略を成功させてムンチョンワンフから信頼されるようになり、自由に王宮に出入りできる許可をもらったのです。ある策略とは釈祖の変と言います。後ほどこの事件についてお話しいたします。2番目の王妃の産んだ王子であるインジョンは悪質な嫌がらせを受けたり、命を狙われたり、危険な状況にさらされます。そしてついに即位後わずか8ヶ月で世を去ってしまいました。ムンチョンワンフが差し出した餅を食べた後、具合が悪くなり、そのまま帰らぬ人になります。毒を盛られた可能性が高いそうです。そしてインジョンに子供がいなかったため、ムンチョンワンフはインジョンの弟である自分の子を王様にすることに成功しました。第13代王ミョンジョンです。ミョンジョンは幼かったため、ムンチョンワンフは水練調整を行いました。水練調整とは、王様が幼い場合などに前王妃などの女性が王様に代わって政治を行うことです。昔の男尊女卑の厳しいこの時代、多くの男性の家臣に直接向き合うことになるので、それを控えるため座席の前にすだれを下ろして政治を行っていたのです。ドラマにもほんの少し垣間見えていましたが、チュンジョンの晩年頃からムンチョンワンフと弟と弟の妻の3人は共に政治に介入していました。弟と弟の妻に高い地位を与えたのです。チョンナンジョンの青年は詳しく分かっていません。没年は1565年。チョンナンジョンは朝鮮王朝三大悪女の一人として知られています。ちなみに他の2人はチャンノクスとチャンオクチョンです。チョンナンジョンのお話に戻ります。チョンナンジョンはヤンバンと側室の間に生まれました。ヤンバンは支配者階級のことです。父がヤンバンであっても、母の身分がヌヒなら子供もヌヒでした。この時代は母の身分が重要なことでした。ちなみに父と母が逆の立場、つまり父親がヌヒ、母親がヤンバンの場合、犯罪となり、見つかれば
父親は処刑されました。朝鮮王朝時代はこんな厳しい身分制度がありました。チョンナンジョンは生まれた時、ヌヒの身分でした。そしてキーセンになります。キーセンとは日本で言うと遊郭の花魁に近い存在です。キーセンの時にムンジョンワンフの弟と出会って側室になりました。この弟には正室がいましたが、チョンナンジョンが毒で亡き者にしたそうです。そして継室となりました。継室とは正室が亡くなったりした後に正式な再婚により迎えられた妻のことです。側室では王族の外戚になることはできませんので、正室の座が何としても欲しかったのだと思います。チョンナンジョンは身分階級の最下層であるヌヒの身分から王妃に認められ、民間人のトップであるとても高い地位に上り詰めました。女人天下と言われる華やかな時代を送りましたが、後ろ盾であったムンジョンワンフが亡くなると地位を失い、前妻に一服を持った罪に問われることになり、自ら毒を飲み最後を終えました。そろそろ作品が完成です。ダイヤ型のビーズ、チェコドロップビーズ、それと多面カットガラスビーズの雫型、それと前回購入した英語の筆記体の小文字の L のようなパーツを組み合わせて制作いたしました。いかがでしょうか。お話の続きは次回の動画で出します。配信をお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったよという方は、ぜひ高評価をお願いいたします。そしてチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。